ラバラバ三蔵工務店の三蔵です。今回は年に一度一番盛り上がるアウトドアイベントフィールドスタイルの詳細についてお伝えしようと思います。ということで今回はフィールドスタイルの告知を含めたお話をしていくのですが、最初にお話ししておくと、三蔵工務店のことを知らないって方にもこの遊びの最大のイベントフィールドスタイル、雰囲気だったりイメージをお伝えしたいと思っているので、ぜひそういった方にも最後までご視聴いただけると嬉しいです。で、今回の内容ですが、まず一つにフィールドスタイルの概要、次に今年の M16 の出店スタイル、どんなスタイルなのか、三蔵工務店の出店ブースのことについても、そしてコラボ商品があったりなかったりっていうお知らせ、そして新商品を含めたラインナップ、そして注意点、大きくこの6つを紹介していきたいと思います。フィールドスタイルの概要を紹介していきたいと思います。まずフィールドスタイルのことをご存知じゃない、知らないっていう方もいらっしゃると思うので、雰囲気を簡単に説明していきたいと思います。フィールドスタイルはどうしても物販とかキャンプのイメージが強いんですけども、実際行ってみるとアウトドア以外にも、例えば遊びね、観光だったりツーリズムっていうのかな、とスポーツ、自転車とかもアクロバットなやつのもそうなんですけど、あとはビークルの遊びに特化した企業なんかも入ってるんですね。あとは植物、インテリア、アパレル、あとはペットかな、フード、音楽といったライフスタイルに関する出店者も多くいて、一言で言えば、楽しい、そんなイメージのあるイベントがフィールドスタイルだと思っています。さらに大人だけじゃなくて、流行りの忍者ゲームとか乗り物の体験だったり、あとその他ね、ワークショップなんかも出ていますね。子供なんかも本当に楽しめる、1日いても足りないぐらいなので、土日で楽しめれば一番いいんですけど、1日で楽しもうと思ったら、このコンテンツを調べていただいて、どっから回るかなんていうのも考えていった方が面白いのではないでしょうか。そんなフィールドスタイルなんですが、今年は11月の16、17、いいですか、11月の16、17ですに開催、土日に開催、愛知のスカイエクスポというセントレア空港の前にある大きい倉庫街があるんですけど、そこでやってるんですよね。その展示場でやっているので、ぜひ県外からもお越しの方がいられると思うんですけど、日程の調整をしてもらえると嬉しいです。で、入場チケット制になっているので、ぜひ公式サイトからのお得な前売り券なんかも購入して参加してもらえたらいいなと思います。はい、で次 M16 の出店スタイルについて、自分たち三蔵工務店3回目の挑戦になるんですけども、例年通り M16 というキャンプギアのガレージブランドと呼ばれる合同ブースとして参加します。でブース自体は例年と同じ C の101というメインエントランスから入場して一番左奥のスペースに出店となるんですけども、その中でブランドごとにブースを構えるっていうのが今までのスタイルだったんですけど、これはコロナ期からもそうだったのかな。でそれが各ブランドだったりお客さんが楽しめるようにいろいろ作戦を練っているんですけど、今年は少しその出店スタイルを変えましょうっていうことになりまして、っていうのもコロナ前は入場っつったらうわーってお客さんが来て自由にお客さんが入れるような感じだったんですね。でコロナ期になるといろいろ規制がありまして、前もってチケットをもらって一回はけてもらいまして、でその後に時間で来てもらうっていうスタイルだったんですけど、これを元のスタイルに、もうコロナも終わったんで元のスタイルでやりたいっていう風にみんなで会議した M16 で会議した結果だったんですけど、その結果始めた頃みたいに入場ができるといったスタイルを取るんです。でその中でこのボードが起きないように戦略を入れまして、12345 5個先頭が並んでいて、その後ろに12っていうのが並んでいて、だいたい15ブランドになるんですけども、3ブランドがくっついたワンチームが5つあるっていうイメージ
なんですけど、これによって暴動が控えられるんじゃないかっていう僕らのアイデアなんですけど、多分これだけじゃ足んないと思うので、いらっしゃったら並びとかもできれば始まった頃みたいにやっていきたいので、協力していただけるとありがたいなと思っております。ということで、三蔵工務店ブースについて、今年はバリスティックさん、 H&O さんと合同コラボブースっていうんですかね、そんなのを作り出して、それで出展することになったんですけども、このチームなんでね、世界観を見せられるように作戦を練り途中なんですけども、きっと分かりやすいブースにはなるように、目立つブースにはなるようにちょっと頑張っていきたいと思います。で、M16 ブースなので、それぞれなんか作戦練ってると思うので、僕のところはもう YouTube があるのでこれでお知らせできるのですが、他のチームのところは各多分お知らせがあると思うので、ぜひインスタグラムをご覧になっててください。それではあとコラボ商品についてなんですけど、ブースだけコラボしても全然面白くないということで、どうせだったらなんかコラボアイテムも出しちゃおうということで、まだまだお見せできないのですが、ポシェット、バリスティックさんの結構人気のあるポシェットなんですが、ここをコラボできないかっていうことで、このあっちゃんデザインの3チームのコラボアイテムが1個、あとは新しく三蔵工務店から出るファイヤースターターキット、これも後でお知らせできるからまだできてないんですよね。これもコラボで H&O のファイヤースターターキット、バリスティックさんのファイヤースターターキット、あと三蔵工務店のファイヤースターターキット、これ3種類あります。もっとあるのかな、三蔵工務店はもうちょっとあるのかな。はい、フィールドスタイル限定のアイテムとなるかもしれないので、ぜひコラボアイテムを楽しみにしていてください。新商品を含めたラインナップについてなんですけど、今も絶賛新作を作ってるんですね。今年はもう海外遠征含めイベント含めめちゃめちゃ動き回ってたんですけど、その中でも実は粛々と秋のフィールドスタイルに向けて新作を作っていたんですよ。あと去年で言うとね、そこも新作に向けて作ってたんですけど、うなくさんドンキーハンマー、キャリーテーブル、ここら辺が新作だったのかな。そんな中で今年は新作をさらに増やしてやっていこうと思っていまして、今年の新作なんですけど、去年とはまた違って小物も少し増えているのかな。絶賛製造中なんでお見せできないんですけど、実はこの後のライブ配信があるんですけど、もう多分直前になると思います。ただ今作ってるものっていうので言えるのは、ロダンのブラックエディション、バンナとブリックのブラックエディションが少量出ます。これなんで少量なのかっていうと、作れないんです。もうめちゃめちゃ大変で、だけどフィールドスタイル用に何か持っていけるものがないかっていうので、まず1点、それとこの間のイベントで少しウォンキーさんから発売があったんですけども、三蔵工務店とウォンキーの KC トップテーブル、そう KC トップについてはキンドリングクラッカーの上の天板なんですけど、キンドリングクラッカーって巻き割りじゃないですか。巻き割ってその後どうするっていうことになるので、上にテーブル乗っけたら使いやすいでしょっていうところから始まってるテーブルになってます。こちらも好評で、少量になると思います。はい。そしてゴムゴムのコースター、これも結構人気がありまして、三蔵工務店のこのロゴが入ったコースター、これはね、周りの縁の白い部分は蓄光になってます。2枚ワンセットになってます。これなんで2枚ワンセットなのかっていうと、ブリックとバナの柄が入ってるからなんですよ。お間違いなく。そして肝臓工務店、肝臓工務店はこちら飲みすぎるがゆえにできた肝臓工務店という肝臓をサポートする医薬品ではないんですが、しじみの凝縮エキスでできております。飲む前30分4錠、そして飲みすぎた方はさらにおいで飲み終わった後に4錠飲むと次の日がめっちゃ楽ですよっていうアイテムになってます。そしてアイアンテーブルミニ、こっちも結構人気がある商品なんですが、これも持ってきます。アイアンテーブルミニっていうのは、アイアンテーブル、三蔵工務店のアイアンテーブルをミニマムにしたものです。高さもちょっと低くなってるんですけど、大きさもミニマムになってる。でこれね、アイアンテーブルの下にも入れたりとか、サイドテーブルに使えるいいテーブルになっております。作りはね、アイアンテーブルと全く一緒の作りをやっております。それとずーっと前から作りたかったんですけど、焚き火シート、僕の中では基本的には焚き火シートするようなところでキャンプするのはいかなるもんかって本当は思ってたんですけど、結局ね、やっぱ敷いてた方が地球に優しいんじゃないかっていうか、キャンプ場に優しいんじゃないかと思ってずっと探してたんですけど、これが一つ出ます。誰もやってないフォルムになってると思うんで、焚き火シート探してる方はぜひぜひ三蔵工務店ブース見に来てください。はい。次、ガス缶カバー。これ以前パンクさんとのコラボでガス缶カバーを出したのですが、
今回はもう純粋に三蔵工務店ボンファイアゴーアウトサイド BGO さんとのコラボになっている商品なので、もともとね三蔵工務店の自分のためにボンちゃんが作ってくれたフォルムをそのまんま活かしてやっていこうと思うので、これも必見です。でさらに焚き火ハンガー、僕が使ってる焚き火ハンガーなんですけど、こちらはもう完全廃盤になってまして、これを復元しようかなっていうことで、あとはねちょっとしたところのギミックを僕なりにロダンに合うような設定だったり、そういったところもあるんですけど、そんな焚き火ハンガー、これも受注になるんですけど会場で展示してありますので、気になった方はぜひ三蔵に声かけてください。それともう販売が始まっているんですが、三蔵工務店からはフィールドスタイルで出そうと思っているパンクドランカーズさんのカスタムパネル、ロダンのパネルを販売します。これも枚数が限られているので、ぜひぜひ気になっている方は先頭に並んでください。でさらに、カスタムベロについてなんですが、カスタムベロは新作は2つできたのかな、そのうちの1つはお伝えできるんですけども、マチルダ、ジェーン、ナターシャの次にもう1人、これ4人で最後なんですけど、最後の女の子が出ますので、ぜひご覧になってください。そして指名をお願いします。バニーガールはもうこれで最後になると思うので、4人揃えて遊んでいただきたいと思います。で最後なんですが、最後のアイテムはドカジャン、まだお披露目できないんですけども、中国ではちょっとお披露目したのかな。こちらもなんでドカジャンかっていうと、三蔵工務店だからドカジャン、もうすぐ欲しいです。色はカーキ、ネイビーの2色展開なんですけど、どっちもかっこよかったです。アイテムはこんな感じです。新作アイテム結構出したんじゃないかな。去年は3つ、今年は13、14ぐらいあったんじゃないでしょうか。こんなのがありますので、ぜひぜひバリスティックさんと H&O さんと三蔵工務店ブースに遊びに来てください。はい、で最後になるんですけど、皆さん気になっている注意点をなんとなく自分でまとめて言っていこうかなと思うんですけど、 M16 ブースの普段からの、優先入場だったり入場制限っていうのは今回は多分ないと思います。ないはずです。きちんと僕の聞いてる中ではないはずです。フリー入場になります。5個並んで後ろに2つって言ってたけど、割とどっからでも入っていいよっていうブースもあると思います。ただ3個が1つのチームになっているっていうのは間違いありません。で三蔵ブースの販売になるんですけど、抽選商品は今のところ考え中なのかな。まだギリギリなんでまだ考えておりません。販売ブースが異なる、この間の外デイズさんの時にはちょっと告知失敗しちゃったんですけど、 KC トップテーブルが全然少なくて、たまたまウォンキーさんの倉庫が全焼してしまいまして、少ないもんわけわけするよか亀ちゃんのところで販売してた方がいいんじゃないかっていうことで、それ告知しないでやってたんですね。その後だから三蔵工務店ブース来て KC トップないのって言った時に、亀ちゃんのところにありますっていうのをお伝えしなきゃいけなかったのに、わざわざ並ばしちゃったっていうのが本当すいませんでした。で今回はそういった違うところで販売してるっていうのはありません。で個数制限とかも結構数が少ないものとかもあるので、こちらをご注意ください。で決算方法なんですけども、こちらはカード、現金、あと PayPay がいけるように申請はしてるんですけど、こちらはすごい謎なんで、できればカードと現金でやれると嬉しいです。数が限られてたりするものがあったりするので、なるべく早めに来ていただくっていうことしかお伝えできないんですが、あともう並びとかも大変になって中止になっちゃったりするのも困るので、できればなるべくお客様も協力し合って上手に並んでいただきたいということになっております。で通常商品のラインナップもある程度ありますので、そこら辺も気兼ねなく遊びに来てください。ということで今回は11月16、17に開催されるフィールドスタイルについて現時点でお話しできる内容を紹介してきたんですけども、もし不明な点があればお早めにコメントで教えていただけると大変嬉しいです。はい、でまた今回紹介できなかった新作の発表については、昨年同様 YouTube 直前ライブっていうのを開催しようと思います。っていうのも直前ライブっていうのでは物をこうやってなるべくお出しできるような体制で直前なんですけどもやっていこうと思います。で皆さんとねチャットしながら紹介していきたいと思ってるので、ここら辺は YouTube 見ていただいた方は質問なんか考えていただいておいて、当日は
どんどん差し込んできてください。それで盛り上がっていただけたら僕らもやりやすくて嬉しいと思います。もしかしたら去年みたいにあっちゃんがスペシャルライブでプレゼント企画とかあるのかないのかっていうところがあるので、もう激務すぎちゃってね、今回本当はあっちゃんここにいる予定なんですけど入れなかったんで、そんなのもこっそりお知らせしておきます。インスタグラムストーリーかなんかでお知らせしていきたいと思います。3Z オフィシャル、こっから告知される方が多いんじゃないかなということで、今回もご視聴ありがとうございました。ぜひコメント、高評価、チャンネル登録をお願いします。それではまた。ラバラバ。